こんにちは。お元気ですか？今日は3月11日の水曜日ですね。最近どんどん春めいてきておりますけれども、気温がだんだん上がってくる。でもまだちょっと寒さが戻るっていうこの時期がね、害虫対策をするいいタイミングらしいんですよね。もうどんどん季節があったかくなってしまうと、奴らもね、どんどん元気になってきて活動的になって、もうこの繁殖の後のそういうのがね、あの大変なことになってしまいますので、仕掛けるのであれば寒さが残るこのタイミングがすごいいいっていうのをね、ちょっと YouTube で見たので、そっかそっかそうだよなと思って、最近ね、G のね、ホイホイ的な、ホイホイの方じゃないな、毒団子、毒団子っていうか、あるじゃないですか、この毒を仕掛けるやつ。それをね、数日前に、家の各所に設置いたしました。でね、ちょっといろいろググった末に、どういう感じで設置したらいいのかなっていうのを、まずこの冬の間でもね、このあったかいところ、冷蔵庫の下とかは熱があって暖かいらしいんですけども、そういうとことかがね、結構出現しやすいというかね、あのだからそういうところとかに設置した方がいいですみたいな、ちょっと年間通してちょっとあったかい場所とかね、あとはキッチン周りとかね、この下駄箱とかね、そういうところにはもうとりあえずポンポンポンと置いといて、仕掛けとけばいいやっていう感じですね。で、なんか私気になってたんですけれども、この自分がいつも過ごしてる部屋の方にね、あんまりそういうのを仕掛けちゃうと、逆にその匂いとかにつられてね、この自分が生活してるスペースにやってきてしまうんじゃないかっていうのがあって、ちょっとあんまりね、自分のベッドがある周りとかには仕掛けにくいっていう心理があったんですけども、それもググってみたところ、ゴキG がですね、ちょっとその名前を言うだけでも鳥肌が立つ人もいると思うので、 G、イニシャル G ですね。もう G っていうのも嫌な人もいるかもしれないんで、イニシャルでいきましょう。イニシャルがこうえっとまあねイニシャルがこうあれですよ、自分のいつも過ごしてるベッドとかソファーの周りとかにそれを置くことによって逆に呼び寄せてしまうんじゃないかと、結果的にそれを食って葬ったとしても、ちょっと寄ってきてしまうのは嫌だなっていうのはあったので、ちょっとググってみたんですけれども、イニシャルはその毒のそういうやつとかを匂いとかそういうので感知できるのはだいたい50センチから2メートルぐらいらしいんですね。なのでそんな遠くからやってきちゃうっていうことはないらしいので、なので別にそういうところに置いても問題ないみたいなことが書いてありました。なのでね、それを見て、やっぱり一番メインで仕掛けたい冷蔵庫下とかね、キッチン周りっていうのは、50センチ間隔とか1メートル間隔とかでね、結構複数置いてもいいんだなっていうふうに思いました。やっぱり出そうなところ1個置けばいいやじゃなくて、やつがね、50センチとか、1メートルぐらいしか、その毒のやつも察知できないのであれば、ある程度ね、1メートル間隔くらいでね、気前よく置いてやってもいいんじゃないかなっていうふうに思いましたね。そうそう。だからとにかくね、今がタイミング的にこのイニシャルを駆除するにはいいタイミングだよっていうお話ですね。そうそう、そんな感じですね。最近はそのイニシャルの対策で一通りちょっと置いたので、ちょっとほっとしたと、やらなきゃなんないことを今一つ終えたぞっていう感じでございます。なんか最近ね、
こう家でこうボケボケって過ごしてて、いつも通りコーヒー飲んだり、まあ仕事したり、まあアマプラでアニメ見てみたりとか、まあそんな感じでいつも通り過ごしてた時にね、ふとなんか自分がね、もしこうお部屋の中とかで急にバターと突然死してしまったりとかしたらちょっと困るよなーなんて思ったりしたんですよね。で、まあ天に召されるまでいかなくとも、なんかこう体調が悪くてバターンってなって、救急車とか呼ぶ以前に一瞬で意識とか失ったりとか、そういうのって困るなって思ったんですよね。で、まあ万が一ね、このなんかのきっかけでバターっと倒れて天に召されたとした場合、まあそれはそれでしょうがないんだけれども、1週間とかね、1ヶ月とか誰にも気づかれないと、ちょっとこう嫌だなっていうか迷惑になっちゃうし、なんかそういうの嫌だなと思って、せいぜい3日ぐらいで誰か気づいてくれるといいんだけどなみたいに思った時に、まあ今の私でもそれを考えることは必要だけれども、まあこの先ね、60歳70歳80歳ってなっていくと、どんどんそのことがね現実味を帯びてくるので、何かこう具体的に対策をしなきゃなんなくなるよなって思ったんですよね。その時やっぱりこう定期的にこう誰かこう生存確認みたいなね、なんかこうちゃんと日常生活で行動してるなっていうのが確認できる何かがないとなっていうふうに思ったりしたんですよ。で、昔コマーシャルとかでね、なんか電気ポットとかでこうを使うとこうお茶とか入れるので、ポットを使ったりすると、ポットを使ってるよっていう情報がこの遠くに住んでる家族、あのだから例えば年老いたお母さんを持ってる息子さんのところにこうなんか分かるようになってるとか、そういう仕組みのポットですみたいのをずっと前に CM でやってるのとか思い出したりとかして、まあそういうふうにね、日常で必ずやる動作行動っていうのがね、誰かこうにこう連絡が行くような仕組みになってると、なんかね、そういうのが何か一つぐらい欲しいなっていう気はしましたね。毎日ね、この LINE とかで連絡取るっていうのもなかなかないし、この SNS とかなんかのコミュニティとかやってたとしても、1日2日くらい何か連絡取らなくなることってあると思うんですよね。まあ実際私毎日 SNS とかやってないんで、まあそれもないんですけれども、なので、なんかそういう仕組みを考えなきゃなって思ったりとかしました。多分ね、こうお年寄りとかね、そういうのにそういうこう仕組み的なものはあると思うんですよね。そのアコムとかそういう系で多分こうすごい多分高いんでしょうけど、あるでしょうけど、なんていうのかな、こう個人がねこの先こう単身者がこう私みたいにね、こう特にこう本当ぼっちオブぼっちの人っていうのも本当にいると思うので、その場合、まあぶっちゃけね、私一人でもし天に召されちゃったとしてもそれを恐れるっていうことはないんですよね。よく孤独死を恐れるとか怖いとかなんとかっていう人とかいますけれども、いや横に誰かいようが一人でいようが別に死ぬ時は死ぬし関係ないしみたいなね、別にそこに寂しさとかは全然感じないんだがっていうふうに思ってるので、特にそれはあれなんですけども、なんていうのかな、一応その一番最後のどういうふうに最後を迎えるかっていうのもね、私のこう生まれてから終わりになるまでのこう長い人生というストーリーの中のね、一つのこうその展開であるというかね、やつであるので、やっぱりある程度のね、そこはね、こう自分が納得いく形でこう締めをね行いたいなっていう気持ちはあるんですよね。なのでなんかね、こう特別こうアコムとかそういう
こう親族が責任を持ってっていうか、こう心配をしてちゃんとこう分かるようにしとくっていうのも一つのあれなんですけれども、なんかね、もっとこう当人同士がいろいろ横のつながりとかでなんか分かるような仕組みを作れたらいいなっていうふうに思ったりとかはしてますね。この先ね、どんどんいろいろそういうのが進んでいって気軽にそういうのに参加できるようになるかもしれませんが、こう何かあって連絡がつかないとかね、このポットをいじるとか、そういうこう生存している生活の営みの情報も全然こうなくなったとかね、そういうのになった場合にちゃんとその住んでるとこの管理会社、不動産屋さんとかに連絡が行くようにとかね、そういう体制を取っとかなきゃいけないなっていうふうに思ったりするんですよね。もしくはある程度そのコミュニティでお互いそれを確認し合って、単純にね、すごい連絡がないなと思ったら、LINE とかでお互い連絡を取るようにして、ないね、ないねって言った時に、家が近い人が、確認しに行くとかね、そういう仕組みをね、ちょっと作っておく必要はあるよねっていうふうに思ったんですよね。ちょっと今そこはね、こう詰めて詳しくは考えてないんですけど、多分もっといいアイディアがあるんじゃないかななんて思ったりとかしましたね。そのコミュニティを作っての総合的な確認とか助け合いみたいな感じですね。別にこう体力がなくてもそういうのってできることだと思うので、なんかそういうのがあればいいなとは思うんですけども、あとはこう物理的にある程度近くに住むというかね、さらに進んでいっちゃえば、そういうシェアハウスっていうのもあってもいいかなと思うんですけど、実際今の現実でもありますけれども、なんていうのかな、昔はこうこの生産性のない老人とかはちょっとこう言ったらあれなんですけども、いわゆる姥捨て山みたいなことが実際行われていたわけですよね。多分これは事実としてあると思うんですけれども、でもこの今の時代って肉体的に何かこう肉体的な仕事以外にもいろいろできることとかもありますし、あとね、多分ですけれども、今現在 AI がここまで急激に台頭してきたってことは、この先結構人間が行ってた仕事というものが結構少なくなってくる可能性マジであるよなみたいな。数年後とかは結構いろんなことを全て AI が決定してくれて、 AI 様がね決定して人間のいろんなことを代替してくれるようになって、結構世界がある程度変わってくんじゃないのかな。人間というものの立ち位置がそもそも変わってくんじゃないかなっていうふうにちょっと思ったりとかするんですよね。そうするとこの体力的に動けない人と動ける人の差っていうのはね、あまりもしかしたら変わってこなくなるかもしれないですね。この人間が人間としての感情とか、何かそういうその人が持っているキャラクターとかいうものがさらに価値のあるものになってくるのだとしたら、意外と年を取った人だからこそできる部分とか、もしくは年を取っているけれどもあまり関係ないですっていうそういう一部分っていうのは出てくるかもしれないなっていうふうに思ってたりしますね。ちょっとだから何なんだっていう話で、私もちらっと思っただけでね、こうだなーって思って、こういう雰囲気になるといいなとか、自分もこういう雰囲気を徐々に考えていこうとかいうのはあるんですけど、今からすごい詰めて考えるっていう感じではないです。それも一個妄想したよっていうだけなんですけどね。なんかこう AI って言ったらやっぱりこう最近だとね、すごい身近なことだと私こう YouTube 見たりとか漫画見たりとかそういうのすっごい大好きなんですけれども、こうやっぱりこう気分転換に YouTube とか見るとね、もう本当に今いろんな楽しい YouTube とかね、自分がちょっと気分転換したのにちょうどいい5分くらいの
やつとかね、もう本当にいろいろあるし、あとはこのちょっと知識系とかね、例えば健康に対する知識とかもあれば、ビジネス系とかもあるし、もう本当に多岐にわたってますよね。で、ここ最近すごい見てて、あって思うようになったのは、ジェミニーとかがね、このナノバナナとかがすごい最近出てきたりとか、いろいろ一般人でも普通に使う AI 部分が出てきたじゃないですか。で、簡単に画像とか動画を生成できるようになったわけですけれども、よく見るのがジブリ風の絵柄ですよね。 AI 生成とかの、それとかそういうやつとかのちょっとしたストーリーみたいの見たりとかすると、そこそこ面白いんですけど、あれこれ多分 AI でシナリオ作ってんなとか、この絵柄も AI で作ってるけども、シナリオとかのプロンプトみたいのも全部 AI で作って、多分最終的に人間がちょっとだけ肉付けしたとか、そういう感じで作ってんだろうなっていうのがなんとなくわかるようになってきました。そうそう、だからすごく面白いんだけど、なんかなんかね、なんかわかるんですよね。でも別に答え合わせできてるわけじゃないから、合ってるかどうかわかんないんですけど、なんかそうすると、なんかそこそこ整ってて、そこそこストーリー展開もうまくできててっていうのが、たくさん量産されていろいろ出てくるのが自分の目に留まるわけですよね。そうすると私最近ね、ちょっと AI 疲れしてきたなって思うんですよ。見てる側として、これ AI っぽいなとかね、そのストーリー展開とかも、この人間の心理に分かりやすくしてくる感じが、ちょっと AI っぽいなとかね。あとなんか作りのこの隙のなさみたいな、もうちょっと AI っぽいなとか、なんかね、型があるんですよね。受けやすい型みたいなのが。なんかね、それで、この先、今はね、この AI がすごく、なんていうか、過渡期というかね、どんどんいろいろ出てきてるわーっていう時期なんですけども、これがどんどん何年か進んでいくと、この AI 疲れっていう感覚がもっと多くなってくるのかもしれないなっていうふうに思いましたね。やっぱり人間がなんて言うんだろう、80% ぐらいは素晴らしいものってできると思うんですけど、この 100% を超えるすごいうわーっていうのって、やっぱ人間が作ってる部分でしか出せない部分ってあるんだろうなって思ったりとかしましたね。わかんないですけどね。とにかくなんか AI っぽいなって思うので、ちょっと AI 疲れをしたと。ただうまくできてんなとは思ったりするけれどもっていう感じですね。そんなことをここ数日思ったりとかしましたね。そんな感じかな。あとここ数日なんとなく思ったことは、全然話変わるんですけれども、昨日の朝いつも通り朝食食べてたんですね、朝ごはんを。で、普通にご飯にお味噌汁でとかね、そういう朝食なんですよ。で、その時に食べてた時に、おつゆ半分くらいおかわりしよっかなって頭の中で思ったんですね。で、その時ね、お味噌汁のことを自分がおつゆって頭の中でセリフを言ったことが、なんかちょっとエモいなって思ったんですよ。なんか私おつゆって言い方ちょっと好きかもって思ったんですよ。普段は言わないんですけれども、なんかおつゆって私の勝手なイメージなんですけども、おばあちゃんとかが、しかも今のおばあちゃんじゃないな、昔のおばあちゃん、昭和時代のおばあちゃんとかが、孫の男の子とかに、おつゆこれくらいでいいかいとか、おつゆおかわりするかいみたいな感じで、そういう日常の食卓のイメージがあるんですね。おばあちゃんがおつゆをよそってくれるみたいなそのおつゆがエモく感じたんですけれども、
それでなんかその昭和の台所ちゃぶ台とこの食卓のイメージをした時に、この頭の中でなんとなく連想ゲームみたいに、おばあちゃんの作った茶色いご飯は美味しくないみたいに孫が言ってだだこねちゃうみたいなのが、昔結構そういう漫画でもなんかでもちょこちょこそういうストーリーってあったりしましたよね。そうそう、だからおばあちゃんと孫だからハンバーグが食べたいみたいな。でもおばあちゃんが作るのは焼き魚とか白あえとかそういうお菜が並んでて、このまだ小学生の男の子孫の男の子はハンバーグが食べたいスパゲッティが食べたいみたいなことを言って、この世代間でこうおばあちゃんの茶色い食べ物がディスられてしまうみたいなね。大人になってでもその味の良さが分かったとかね、そういうよくありそうなストーリーがなんとなくこう頭の中でポッと浮かんだんですけども、でもあれいやいや待てって思ったんですよね。これからのおばあちゃん、例えば今時点で例えば65歳とかね、それくらいの年代のおばあちゃんが孫の男の子とかに作ってあげるご飯って、普通にスパゲッティとかハンバーグとか、まあなんならドリアとかね、ラザニアとかね、そういうの普通に作れるんじゃねえのって思ったんですよね。だからまあ一昔前はね、おばあちゃんが作るものがこうなんかそういうちょっとババ臭いみたいなね、なんかこうおばあちゃんのご飯みたいなあれだったかもしれないですけども、そもそも今の時代のおばあちゃんは若い頃からそういう洋食的なものとかを食ってて、そんなに日本食で育ってきてねえんじゃねえのって思って、その世代間のねこの食のギャップみたいのってないかもなと思って。だからもうストーリー的におばあちゃんの作ったもの好きじゃないとかそういうことを言う孫っていうね、そのよくあるフォーマットはなくなるんじゃないかなって思ったりとかしましたね。だってやっぱりなんだろう、世代的に今80歳とか90歳の人はこうまさにねこのおばあちゃんのご飯っていう感じですけれども、今の65歳ぐらいの人ってそうだな、今戦後80年くらいなわけだから、戦後15年くらいに生まれたわけですよね。そうすると戦後から勢いよく日本ってすごい高度成長してるわけで、戦後直後はめちゃめちゃ貧しいっていうところで、だからその人たちはいわゆる質素なねご飯で育ってると思うんですけども、戦後15年で生まれた人が20歳になった時は戦後35年なわけでしょ。なんか多分その頃には結構いろいろこ入ってきてますよね。入ってきてますっていうか、戦後から GHQ がいろいろ給食にパン出させて小麦粉食え食えパン食えみたいな政策とかしてるから、ちょっとずつそういうのはあるにせよ、まだ貧しいからドリアとかスパゲッティとかラザニアとかそういうのはまだ日常的にはなかったにせよ、多分その今65歳のおばあちゃんたちが大人になってお母さんをやる頃にはもう出てきてたはずなんですよね。だからその人たちがお母さんをやり始めた頃にちょっとハイカラな食事っていうものが日常に徐々に出てきて、自分の代からちょっとドリアを作ってみたりとか、そういうのってあったと思うんですよね。ハンバーグなんて当たり前にあったと思いますし、スパゲッティとかもね、昔はナポリタンとミートソースしかないみたいなね私の子供の頃ねイメージなんですけども、アラフィフの私でも子供の頃はそういうのあんまなかったんですけど、パスタっていう言い方もなかったですね。スパゲティですね。スパゲティといえばナポリタンのことをスパゲティって呼んでましたね。
で、ちょっと私が小学校もだんだん進んできて中学年、高学年になってくると、その頃にね、ミートソースというハイカラな食べ方が結構一般的になってきて、今までスパゲティといえばフライパンでね、切ったウインナーとか、ピーマンとかを炒めて最後にケチャップで味付けをするっていうのがいわゆるスパゲティだったのが、こうひき肉とトマトソースを煮込んだものを上にかけるっていうスパゲティというね、スパゲティじゃないや、ミートソースという食べ方が出てきたとかね、それくらいなんですよね。ミートソースとかもね、こうレトルトが出てきただけなんですけど、そうそう。ただね、こう、都会の方、東京とかね、都会の方ではもうちょっと早くね、そういうのが進んでたと思うんですけども、私はね、結構関東でも片田舎の方に住んでたので、そういうのが遅かったですね。だから私、小学生の時にね、多分ピザとかドリア食べたことないんですよ。私がドリアとかを初めて食べたのは、なんと高校生になってからなんですよね。だから私多分年代的にもちょっとね、遅い方なんですよ。私くらいの年代だったら多分小学生ぐらいからそういうのちらほら食べてると思うんですけど、結構うちは片田舎だったっていうのもあり、そういう情報とかもなかったので、高校生になって、試験、期末試験とかさ、中間試験とかの後に、友達と一緒に、お昼ご飯食べに行ったりとかするじゃないですか。テスト終わったみたいな感じで。で、テストが終わると3時間ぐらいで、その日って終わったりするから、なんか食べに行こうよみたいな感じで、お昼ご飯を友達同士で食べて、その後でカラオケ行くみたいのが結構ありありのルーティーンだったんですよね。で、その時に初めて、その友達が、あそこ行こうよって言って、連れてってくれたのが、地元のファミレスの、いわゆるちょっとイタリアンっぽい系統のファミレスに行って、そこでみんながドリアとかピザとかを頼むのを見て、へえ、みたいな、私初めて食べるわと思いながら、そこで初めてドリアとかね、ピザをね、食べたんですよ。私だいぶ年の割には遅いみたいな感じなんですけれども、そうそう、それですごく楽しかったっていう記憶がありますね。私が初めてドリアを知ったのは高校時代でしたみたいなそんなことを思い出しましたね。この昨日の朝お味噌汁おかわりしようかなと思った時、おつゆって思ったところから、この世代間の食のギャップがなくなってきたんじゃないかっていうのを考えて、さらに自分は結構そういうピザとかドリアとかね知るのが遅かったなってなんとなくこう思い出したっていう、本当に何でもない話なんですけどねという感じでございました。それではまた。